5G は本当に大丈夫なのか、電磁波は本当に安全なのか、それとも危険なのか。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。早川です。今日は、電磁波についてのお話を、電磁波についてはですね、いろいろ議論がされているところだと思うんですけれども、やっぱり最近5G の登場、ということもあってでですね、その電磁波過敏症だったりとか、普段からその電磁波に対してですね、敏感に気にされている方にとっては、難しい時代になってきたのかなというふうには思っているんですけれども、実際ですね、その電磁波の影響ってどうなのっていうふうに、ちょっと疑問だなっていうふうに思っている方もいれば、電磁波っていう言葉を聞いただけで、そんなの都市伝説なんじゃないのみたいなふうに思う方も、いると思いますし、オカルトみたいなですね、電磁波なんてそんな悪影響あるわけないじゃんっていうふうに思っている方も、いると思いますし、本当一部になるかもしれないんですけども、すごく電磁波に敏感でですね、もう電磁波めちゃくちゃ怖いっていうふうに思っている方っていうのも、一部なんだけど、実際に人数的にはね、数的には多いのかなというふうに思っています。なので、今回はですね、まずはその電磁波ってどんなものなのか、そういったところから解説をしまして、で、実際に安全なのか、危険なのか、人体に害があるのかないのか、そういったところの考察をですね、お話ししていこうかなというふうに思います。でですね、実際私はですね、昔からそんなに、敏感な方ではなかったので、その電磁波に対してですね、特にずっとスマホ触ってるから気分が悪くなるとか、そういうことは全然なくてですね、別に大丈夫かなみたいな感じではあるんですけれども、やっぱりですね、実害っていうのはそれ電磁波からは感じないんだけれども、やっぱりその食とか健康とかそういったことに関していろんなことを勉強して突き詰めていくと、やっぱりどうしても電磁波っていうものにぶち当たるわけなんですね。その食だけではなくて日常生活のありとあらゆるものに関して、安全性だとか健康被害があるかないかっていうところを、考えていくにあたって、やっぱり電磁波っていうのはどうしても、一つの問題として浮かんでくるわけなんですよね。で、私もいろいろ電磁波について、調べてきたわけなんですけれども、やっぱりですね、調べれば調べるほどちょっと電磁波怖いなっていうふうに思ってきたわけなんですよね。もちろんまだその電磁波については議論が進んでいる段階、研究が続いている段階ということなので、もちろんその人体に全く影響がありませんよっていう意見を現時点で言っている、学者の人、研究者の人っていうのも、いるんですけれども、なのでそういうね、意見が載っている、書籍だったりとか、インターネットで調べたりしてもですね、そういうのが目には止まるわけなんですけれども、やっぱりそういう意見とかをいろいろ見て確認していっても、最終的に達する結論っていうのが、やっぱり電磁波は人間の体にとって害があるっていう結論に私的には達したわけなんですね。なのでいろいろですね、ちょっと対策を講じてきているわけなんですが、まずその電磁波っていうものは何なのかっていうのをですね、ちょっと、解説しようと思うんですけれども、ちょっとこちらに書いてみましたが、電磁波というのはですね、まずこの電解と磁解の総称のことを電磁波というふうに言うんですね。電磁波っていうのは、この電解と磁解の、総称を電磁解っていうんですけども、それのことを電磁波というふうに呼んでいるというわけですね。で、電磁波っていうのはこの2つの電解、磁解っていうものの空間に、この空間があるわけなんですけど、そこに伝わっていく波
があるんですね。波に乗ってこういうふうに伝わっていくんですが、その波のことを電磁波ってですね、電磁の波っていうことで電磁波という名前で呼ばれています。で、この2つの要素ですね、その電磁界というものを構成しているこの2つの要素についてなんですけれども、それぞれ特徴があって違うものなんですね。で、まずこの電解、電場ですね。電場とも呼ばれるものなんですけれども、この電解っていうのはですね、プラスとマイナスの電気があるところの間に電圧が生じますと。で、電圧が、生じることによって、この、電解っていうものが発生するということになります。要は、そのプラスとマイナスの電気があって、それがあると、プラスとマイナスの電気があると、そこに電圧っていうものが発生しますよと。で、その電圧があるところのことを電解、または電場というふうに呼ぶということですね。で、その電圧が大きくなれば大きくなるほど、この電解も大きくなっていくということになります。で、例えばなんですけど、ちょっと、電気のね、コードを用意しようと思ってちょっと忘れちゃったんですが、例えばですね、電気スタンドとかがあるとしますね。このコンセントに挿すタイプの電気スタンドがあるとして、で、その、電気スタンド自体をまずそこにポンって置いとくだけではもちろん何も電気を発生してないですよね。なんですけれども、そのコンセント、電気スタンドについているコンセントを差し込み口、コンセントの差し込み口に差しますと。差します。そうすると、電気が、電圧がかかるんですね。コンセントを差しただけで電圧っていうのがかかってきます。なので、その時点で、その、電気スタンドのスイッチをピッて押して、電気をつけていない状態、電源オフの状態であっても、コンセントに挿しているだけでもう電圧っていうのはそれでかかってきますので、そこには電解が生じているということになります。なんで電気ね、ランプ点灯、していなくても、そのコードの周りですね、その差し込み口の周りっていうのに電解が発生していると、いうことになります。なので、冷蔵庫とか電子レンジとか、常にこれコンセントを差しっぱなしにしておくようなものの場合は、常にそこに電解がありますよと、いうことですね。はい。で、あとはそうですね、静電気なんかも電解になります。静電気が作る、ものですね、電圧。それが、電解っていうのを作ったりしています。冬とかね、乾燥している時期に、金属製のドアノブとか触るとピッて、痛ってなるやつありますよね。あれが静電気なんですけれども、静電気って数万ボルトの、電気が発生しているんですよね。で、そこで、できる電解っていうのがその指に刺激を与えているということになります。で、それが電解というものですね。そして、もう一つのこの磁界、これは磁場というふうにも言います。で、磁界は何かっていうとですね、磁気のある空間を意味しています。で、電流がですね、大きくなればなるほど、この磁界っていうのも大きくなるんですけれども、この磁気があるっていうのは、どういうことかというとですね、磁気っていうとなんとなく磁石を想像してしまうかもしれないんですけれども、例えばその家電製品だったりとか、あとは外にある送電線ですね。送電線、とか、そういった電力設備に電気がこう流れている状態。流れていると、その周りにこの磁気ですね。磁気が発生して、磁界が、生まれてくる、生じてくるということになります。なので、電流が流れているところに発生するのがこの磁界というものですね。磁場とも言います。
で、その磁石って磁石ですね。磁石ってそれを近づけると引っ張る力が、強くって、で遠ざけるとだんだんその引きつける力っていうのは弱くなりますよね。でそういう性質が、あるようにですね、磁石にですねあるようにこの磁界っていうのもその同じようにですね、発生源からの距離が遠ければ遠いほど、弱くなるという性質を持っています。なので、磁石っぽい感じの性質を持っているということですね。で、さっき電解の時に、電気スタンドのコンセントの話をしてきましたけれども、コンセントをですね、プラグ差し込んだだけであれば、電源が入ってない状態であれば、そこには電解が生じていますよっていう状態なんですけれども、そこに、コンセントを挿して、で、かつ、その電気スタンドのスイッチをピッと押してですね、スイッチを入れて電気がついているっていう状態に、なるとですね、ランプが点灯して、電流が流れるということになりますけれども、その状態になるとこの磁界というものが発生するということなんですね。なんでその例えば電気スタンドで言うと、別に電気スタンドじゃなくてもいいんですけれども、そのスイッチをねオフにしたりオンにしたりするもので言うと、まずコンセントを挿しただけの状態で電解が作られています。で、かつスイッチを入れると電解もあるし、そこにさらにプラスして磁界も生まれますよというわけなんですね。なので、この2つがですね、互いに作用し合って、伝わっていく、そういう現象のことを、電磁波というふうに呼びます。はい。それが電解と磁界の違いということなんですが、この2つがあるところに電磁波っていうのが、発生してますよということですね。はい。でその電磁波っていうのはその電気、この2つがあって、その電気のエネルギーがですね、波として遠くに伝わっていきますよと、いうことを電磁波というわけですね。なので、それを考えるとですね、これどんなものからもうコンセントを挿して電気がね流れるものであれば、どんなものからも発生しますので、この人間が現代社会を生きていくにあたってですね、電磁波っていうのはもう本当に避けて通れないものなんですよね。もうありとあらゆるところに電磁波っていうのは流れています。なのでよっぽどですね、もう無人島みたいなところに行くとかしない限りは、常に電磁波にさらされていると思った方がいいわけなんですね。はい、ということで、それが電磁波というものなんですけれども、その電磁波にも種類があります。で一応 3種類あるんですけども、それがこちらですね。電磁波の種類としては低周波、中間周波、高周波、この3つがあります。3種類ですね。でこれ何かっていうと、まずは低周波ですね。低周波っていうのはだいたい300、ヘルツぐらいまでの周波のものなんですが、何があるかっていうと、家電だったりとか、あと外の送電線ですね。そういったものはこの低周波の分類になります。なので、冷蔵庫とか、なんでしょうね、エアコンとか、そういった、家電製品っていうのは大体低周波の分類になるということになります。で、この低周波は低周波でもですね、極めて強い、ものすごく強い低周波をもし浴びることがあったら、神経に刺激が来たりとかがあります。なんですけど、それは日常生活を送る上にあたっては、そういったものすごい強い低周波っていうのは、ほとんど存在しないので、そういったことは考えにくいですね。その神経が刺激されるってことは、まずないですということになります。そして2つ目の中間周波ですね。これは、だいたい 300Hz から、10MHz ぐらいという数値になるんですが、身近なもので言うと IH 調理器だったり、あとはテレビとか、あとパソコンですね。そういったものがこの中間周波の部類になります。
で、3つ目は高周波ですね。これは 10MHz から 3THz ぐらいの間の数値になりまして、身近なものですと、スマホとか、あと電子レンジなんかもこちらの高周波の分類に入ってきます。電子レンジってマイクロ波ですね。マイクロウェーブです。で、これもですね、通常使われているものの、範囲内であれば特に問題ないんですけれども、極めて高い高周波っていうのも存在していて、その極めて高い高周波っていうのを浴びてしまうと、体温が上昇したりとかね、そういった、働きがあります。なんですけども、それも通常人間が生活している、場所とかにはそんな極めて高い高周波っていうのは存在しないので、それも特にね気にする必要はないということになります。電磁波っていうのは一応この3種類があるわけなんですが、大体ねどの周波数も、ご家庭にあるものということになってきますよね。で当然その使っている家電、冷蔵庫なら冷蔵庫、電子レンジなら電子レンジ、エアコンならエアコンっていうですね、使う、家電によってその数値っていうのは変わってくるんですけども、その中でもやっぱり分類としてはこういった大きな分類になるというわけなんですね。はい、そしてですね、こういったのが電磁波ですよ。で、かつ、もう身近なものにたくさん電磁波を発生するものがあって、そういったものに囲まれて私たちは生活していますよということなんですが、じゃあ、その電磁波が人間の体にとってどのような影響があるのか。影響がもちろんあるのは当然なんですけれども、どの程度害があるのかというところですね。そこをちょっと、解説していきたいなと思うんですけれども、一応今のところですね、現段階ではその日常生活程度で電磁波に触れる分に関しては人体には悪影響はありませんよっていうのが、通説になっています。なのでというか、その電磁波の影響についてはですね、その WHO だったりとか、各国でですね、各国のいろんな機関で研究が結構進められているわけなんですね。で、もう50年ぐらいそれずっと研究がされ続けてきているわけなんですよ。なので、結構データとかも溜まっていて、蓄積されていて、で、その今まで研究してきたデータの中で言うと、一応その一般の生活する上では電磁波の悪影響っていうのはもうほとんどないですよというふうに言われています。なんですけれどもですね、まだその結論が出たってわけじゃないんですよ。現在もまだ研究中ということなんですよね。なので、実際そのはっきりとした科学的な根拠っていうのは実は示されてないわけなんですね。証明されてないです。はい。で、安全ですよって言ってるんだけど、でも実際は科学的根拠証明されてないですよね。で、かつですね、例えばイギリスなんかでは16歳以下の子供には携帯電話の使用を控えた方がいいっていう、発表が、なされていたりとかもするわけなんですね。そういう話もあるわけなんですよ。だったらじゃあそれ危険っていうことなんじゃないのっていう話になりますよね。なので一応その WHO とかがこれは安全ですよっていうふうに発表はしているんだけれども、その情報を鵜呑みにしてしまうのはちょっと危険かなというところが言えるのかなと思います。何でもそうなんですけれどもね、そういう、機関っていうのは平気で覆してくるので、やっぱり、その公的な機関が言っているから絶対正しいっていうふうには思わない方がいいといったところが言えるかと思います。で、WHO とかその他いろんな機関、大学とかですね、そういったところで、いろんな研究がされているわけなんですけども、そういったところのですね、見解をいろいろと、
ちょっと調べてみたんですけれども、まずそのスマホですよね。このやっぱりね、このスマホっていうのが一番皆さん気にされるところだと思います。電磁波とか言いながらね、このスマホを持ってね、いろいろ調べたりとかしてると思うんですけれども、このスマホの電磁波っていうのは先ほど言ったように高周波になるわけなんですけども、高周波っていうとなんかすごくね強いっていう感じがしてしまいますよね。で、なんですけど、一応スマホの電磁波は、WHO の見解によれば、健康被害をもたらすかどうか、っていう評価をするために、20年以上にわたって研究を進めてきたというわけなんですけれども、だけども、その携帯電話、スマホですね、とかを使用したことによって健康被害が出るっていうことは因果関係は認められないという結論を出しています。なんですが、ちょっとまた別のですね、国際がん研究機関っていうのがあるんですけど、この国際がん研究機関によればですね、その患者さんが自己申告をした携帯電話の、使用頻度、使用の累積時間ですね。私、1日これぐらい携帯電話使ってます。スマホどれぐらい、1日何時間くらい使ってますみたいな自己申告を、してもらった時間が長ければ長いほど脳腫瘍のリスクが、高くなっているという報告もありますと。いうことなんですよね。なんですけど、一応そういう報告はあるけど、誤差があるかもしれないし、バイアスかかってるかもしれないし、ということで、確実にそうだとは言えないというふうに結論付けているということなんですね。なので、その調べる期間によって若干意見が違うっていうこともあります。一応最終的にはおそらく大丈夫だろうぐらいな感じなんですけれども、危険性も可能性としては示唆されてますよという感じですね。スマホがそんな感じで、あと IH 調理器ですね。結構 IH 調理器もすごい電磁波気になるっていう方多いと思うんですけども、これもですね、国際非電離放射線防護委員会っていうのがありまして、そこが推奨値安全基準っていうのを定めていて、で、IH 調理器っていうのはその発する電磁波がその定められている基準よりも低いなので大丈夫ですということが言われています。で、それは WHO も同じことを言っているということですね。なので一応スマホも IH 調理器も大丈夫ですよと言っています。そしてあと送電線ですね。外にあるね送電線とか、あと掃除機とかね、他にもいろいろあるんですけれども、そういったものに関してですね、特に送電線とか鉄塔が立っているところとかねあると思うんですが、ああいったところで、ああいったところの近くに住んでいてちょっと健康被害が出たみたいな、訴えとかも、あるんですよね。でそれに関してもですね、一応やっぱりいろいろと可能性的にはあるかもしれないけど、おそらく、その影響はないだろうみたいな結論になっているというわけですね。で、そういった総合的な評価されているんですけれども、科学的に証拠が完全にあるかって言ったら、それはまだないということなんですね。で、やっぱりその人によって感じ方って違ってくるんですよね。その電磁波を浴びている状況で、人によっては全くもって平気、何にも感じないし、でも人によってはものすごく敏感に感じるっていう場合もあるんですね。で、その敏感に感じる人のことを電磁波過敏症なんていうふうに言ったりするんですけれども、実際その電磁波過敏症って本当にあるのかっていうのもですね、一応研究がされているわけですね。で、WHO はですね、その電磁波過敏症の症状っていうのは一応ある訴えとしてはあるんだけれども、その結論付けるですね、その電磁波による影響なのかどうなのかっていうふうに結論付ける科学的根拠はないですというふうに、していますということですね。
で、一応そうやって結論付けられてはいるんだけれども、ただ実際の臨床の現場ではその電磁波を浴びたことによって、めまいがするとか、頭痛がするとか、耳鳴りとか、睡眠障害だったりとか、血行不良とかね、関節痛なんかもあるということで、様々なんですね、その症状が、あるというふうに、訴えがあるんですね。そういった患者さんがすごく増加しているっていう実態があるということです。で、さっき言ったように、鉄塔もそうですし、実際鉄塔が立っている土地のすぐ下の土地ってめちゃくちゃ土地が安いんですよね。なんでだろうっていう話なんですけど、なんでだろうっていうところをちょっとね考えるといいかなっていうところもありますし、あと携帯電話って基地局っていうのを立てますよね。電波を発信する基地局っていうのを立てるんですけど、その基地局を新たにどんどん増やしていって、でどこでも電波がつながるように便利にスマホが使えるようにっていう風に立てていってるわけなんですが、やっぱり自分の家の近くにそれを建てますってなるとみんな嫌がるんですよね。だからそれを建てないでほしいっていう訴訟なんかも起きていると、いうこともあります。なのでもしその電磁波過敏症だった場合ですね、自分が電磁波過敏症だったとしたら、すごいいい環境に家を建てて、田舎のね、いい環境に家を建てて住んでたとしても、そこのすぐ近くに携帯電話会社が、じゃあ基地局建てまーぞーんっていう風にやったら、もう、それ、反対運動とかして、そこに、それで勝ってね、建てないってなればいいですけど、それで負けて、もう、立ちますっていう風になったら、もう、終わりなんですよ。もう引っ越すしかないわけですよ。もう家買っていてもですね。それぐらいちょっとね、深刻な問題になってくる方もいるというわけなんですね。で、実際その鉄塔の近くに住んでいる人は、慢性頭痛が多いとか、そういうことも言われていますし、がんの発症率っていうのもちらほら、言われていたりしますよね。なので、実際土地が安いってこともあって気にしている人は結構いるということですね。そこは事実かなというふうに思います。で、あとそうですね、そのスマホをずっとこうやって枕元に置いてたりとか、あとスマホでずっとこうやってね、電話、これちゃんと耳に当てて電話をしている方って結構いると思うんですけど、あれで脳腫瘍になるリスクが高まるっていうのも結構言われていることかと思うんですけれども、これもですね、その WHO の見解ではですね、動物研究をしていますと。動物研究の結果上はですね、その長期的にそのスマホの電磁波に暴露されることによってがんのリスクの上昇はないですというふうに、示しているということなんですね。そう10年以上にわたってね、そういう研究してますと、いうことですね。一応人に対しての研究もしているというお話なんですけれども、ただ一方で、別の、ところ、東京女子医科大学ですね。東京女子医科大学の、教授がですね、話している内容によりますと、携帯電話による脳腫瘍のリスクの上昇の可能性は否定し得ないと言っている方もいるわけですね。やっぱりもうちょっと、もちろんその教授も、確実に、リスクがありますって言ってるわけじゃなくって、その可能性は否定できないですよっていうふうに言ってるので、やっぱりもっともっとね、ちゃんと研究をしていかないとわからないところなんですというふうに言っているわけなんですね。で、あとですね、FDA も、発表していることがありまして、FDA はアメリカ食品医薬品、局ですね。FDA なんですが、携帯電話による健康被害に科学的根拠はないが、携帯電話が 100% 安全であるという保証もないというふうに報告しているというわけなんですね。なので FDA も、一応科学的根拠はね、今のところ分かってないんだけれども、でも100% 安全とは言い切れませんよってはっきり言ってるわけなんですね。はい。そしてさらにですね、福島県立医科大学、神経内科の教授も、
発表していることがありまして、これはですね、携帯電話の使用時間が長いほど睡眠の質を低下させる傾向にあるという報告もしていますということですね。なので、いろんな研究がされていて、いろんな報告がされているんですよ。で、WHO は一応科学的根拠はありません、安全です、みたいな感じのことを言ってるんだけれども、害はないよって言ってるように見えてですね、実際、まだ本当のところは今の段階では分かってない、解明できてないということなんですよね。あと、まだ結局症例っていうのがすごい少ないので、たかだか10年、20年じゃないですか。で、スマホとか、その 4G とか 5G とか、そういうものが使われ出したのって、まだまだね、最近のことなので、全然だから、それを10年使ったら、じゃあその10年後、人間にどういう悪影響が出ているのかっていうのは、もちろんエビデンスってないですよね。まだ、そこまで使用して実績がないので、それ結果出てないってことになりますので、結論言うとわからない、だから怖いよねっていう話になるのかなというふうに思います。人によってはですね、わからない、じゃあ大丈夫なんじゃないっていうふうに思う方もいるかもしれないんですけれども、私的にはやっぱりこのわからない、わかってないっていうのは、やっぱり危険が潜んでいる可能性はあるかなと思うので、なるべく避けるとか対策をするとか、そういったことをしていきたいなというふうに思うわけなんですね。はい。ということでですね、ここまで電磁波についてお話をしてきました。で、そして電磁波の人体に対する悪影響っていうのも、おそらくあるんじゃないかという結論に達しました。じゃあ、どうやって対策をしていくのかということですね。それを、ちょっとお話ししたいと思います。で、対策方法っていうのは、いろいろあるわけなんですけれども、一つ一つですね、言っていきますと、まず、一つ目の電磁波対策方法っていうのは、まずはアースを取るということですね。アースってありますよね。冷蔵庫とか、エアコンとかを設置するときに、コンセントだけじゃなくて、そのコンセントからピロリンって出てるやつあると思うんですけど、あれをアース線のところ、アースの差し込み口のところに入れることで、あれでアースを取れるわけなんですね。要は、その電磁波を外に逃がすっていうことをしてくれます。その家の中に溜め込まないようにするということをしてくれるのがアースの役割なんですけれども、これがですね、ただですね、じゃあ全部ありとあらゆるコンセントに挿している、電化製品とかね、そういったものを全部アース取っていけばいいよねって思うかもしれないんですけども、それがですね、実は日本だと難しいんですよ。で、なぜかというと、日本の住宅っていうのはですね、一応電圧のボルト数っていうのが低いんですよ。100ボルトまでっていうのに決まっているので、低いですと。で、低いので、別にそう対してアースつけなくてもいいですよっていう、ことで、日本の住宅はアースが標準装備ではないんですよ。で、これ海外に行くとわかると思うんですけど、外国っていうのは結構な割合でどのコンセントも三つ口なんです。アースがちゃんとついているんですね。三つ口のやつが多いと思います。で、だけども、日本のコンセントっていうのはだいたい2つですよね。2口コンセントになっているかと思います。要は、アース入れるところがないんですよ。で、こういう今ね、ここ賃貸住宅なんですけども、こういうアパートみたいなところだと、エアコンの近くにあるコンセントと、冷蔵庫の近くにあるコンセント。この2つ、あと洗濯機ですね。洗濯機の近くにあるコンセント。これは、おそらく発生する電圧が高いので、そこはアース取りましょうねって、アース推奨ですよっていうことで、三つ口になってるんですよ。ちゃんとアースをね、入れるとこパッて蓋を開けて、入れるところがついてるんですけれども、それ以外のコンセントは全部二口です。なので、アース取りたくても取れないんですよ。
パソコンとかってね、大体ノートパソコンもそうですし、大体コンセントのアダプターがあって、コンセントがあって、で、アースついてるのが多いんですね。で、アースついてるってことは、挿した方がいいですよっていうことじゃないですか。その家電製品自体にアースがついているわけなので、挿しましょうねってことなんですけど、実際挿そうと思っても挿すところがないんですよ。それが日本の住宅です。なので、その諸外国に比べると、日本の住宅の中っていうのは電磁波が比較的強いということになります。それなんでかって言ったら、今言ったみたいにアースがはめれないからですね。差し込めないからです。外国は、どんな家電製品にも大体アースをつけていれば、その分ね、逃がすことができるんですけど、日本の住宅はそれができないので、比較的、その諸外国の住宅と比べると、日本の住宅っていうのは電磁波が多い状態の中で生活してますよということになります。ちょっとそれ聞くとね、ちょっと嫌だなって、ちょっと対策したいなっていうふうに思うかもしれないですよね。で、その電磁波の中でも、最初に解説したように電場と磁場っていう2種類があるんですね。電解と磁解ですね。で、この2種類それぞれに対して安全基準っていうのが定められています。で、この安全基準っていうのを上回っているとちょっと危険ですよって、人体に健康とかね、被害がありますよっていうふうに言われていまして、で、例えばそれぞれ違うんですよ、その影響っていうのが。電場が強い場所にいると、自律神経に支障をきたすとか、あとは皮膚なんかに悪影響を与えるというふうに言われています。なんで、悪影響を与えるっていうのは、例えばその電場が強い場所にいると、皮膚疾患を発症する可能性が高くなりますよということですね。で、今度磁場の場合は、磁場が強いとですね、これは遺伝子の損傷とか発がんの可能性があるというふうに言われているわけなんですね。なので、電場と磁場、それぞれやっぱり害が出る、その影響する内容っていうのがちょっと違ってくるということになります。で、その安全基準の数値っていうのがですね、こちらに書いたんですけれども、まず電場の方ですね。これはですね、この数値、これ、ですね、ボルトマイメートルっていうんですけど、25ボルトマイメートル未満であれば安全ですよということになっています。なので、そうですね、ちょっとボルトマイメートルっていう単位自体があんまり聞いたことないかなとは思うんですけども、それ一応電磁波とかね、測る機械がありまして、その機械を使えば家の中のあらゆるところの電場測ることができます。で、それで測ってですね、どうしても気になる場合はそれで測って25、ボルトマイメートル未満だったら安全っていうふうに判断すればいいということになります。そして次、磁場ですね。今度また磁場はですね、ちょっと単位が違いまして、これはですね、3ミリガウスです。ミリガウスっていう単位で測るんですが、磁場の場合は3ミリガウス未満であれば安全ですよというふうに言われています。で、これですね、その実際電磁波測定器で測っている人とかいるんですよ。そういった方ね、YouTube とかでも動画いっぱい出されてますし、あといろんな方、ブログとかもね、見ると、そういうの結構測っている方がいて、それを見るとね、ちょっと驚愕してしまうんですけども、かなりの勢いで、かなりの割合で、この家の中にある家電製品っていうのは、この安全基準をオーバーしてます。ものすごい飛び抜けて針が触れちゃうぐらいオーバーしてるんですよ。なので、実際ですね、この家の中にいるだけでも、かなりたくさんの電磁波を浴びている、安全基準を上回る電磁波を浴びているという状況なんですね。なので、対策1ですね。対策1としては、まずは、アースを取る。
なんですね。で、アースは日本の住宅だと取りにくいので、じゃあどうしたらいいかっていうと、そのアースをできるグッズを使うっていうことになってきます。なので、二つ目は電磁波カットグッズを使うということですね。で、いろんな電磁波カットするグッズが出てるんですけども、今言ったように、電波と磁場両方ともやっぱり避けたいよねっていうことになるので、両方に対応しているものを選んでいくといいかなというところがあります。どっちかしか対応してないものとかもあるので、併用していくとかですね、いろいろ、していくといいかなと思います。で、それについてですね、グッズについてはちょっとまた別でですね、次回詳しく解説をしようと思っているので、今日はちょっとさらっとですね流そうと思うんですけども、なんで2つ目は電磁波対策グッズを使うということですね。そして3つ目はアーシングを心がけていくということですね。これはどういうことかというと、ずっとパソコンの前に座って、やっていたりとか、ずっとスマホを触っていたりとか、するとどんどん電磁波浴びて、電気がずっと人間の体の中に溜まった状態になっていくんですね。蓄積されていきます。なので、それを放電してあげるといいっていうわけなんですね。なので、なるべく放電するっていうことを心がけていくといいんですけども、その放電の方法っていうのが、そのさっき言った電磁波対策グッズのアーシングマットとかを使っていくっていう方法もありますし、そのアーシングマット使ってももちろんいいんですけども、一番手軽な方法としてですね、一切そのお金をかけずにできる対策としては、まずは庭とかの土を触ることですね。土に触れる、地面に触れる、ということをすることによって、そこで放電できます。アーシングっていうのができるので、そこで逃がしてあげるっていうことをしていくといいですね。だから庭がなくてもその辺の道路の土をちょっと触ってみるとか、するといいですし、あとは海が近くにある方は海の砂浜を裸足で歩くっていうことをするとすごくいいです。それが本当にね、アーシングに一番いい方法だというふうに言われてますので、裸足で歩くっていうことですね。素手で触る、手でね、海の砂とか砂遊びとかしてもいいんですけれども、だから子供が砂遊びするのはすごくいいことなんですよね。裸足で歩かなきゃいけないのはなんでかっていうと、靴を履いてるとそこに電気が流れないんですよね。その靴の底によって。で、大体靴ってゴム底のものが多いので、ゴムは電気を通さないので、そこでストップしちゃって流れていかないので、裸足じゃないとダメだ、ということになります。はい。ということで、1個目、2個目、3個目で、4個目がですね、これはですね、なるべく控えるみたいな話になってくるんですけども、やっぱりですね、その低周波、中周波、高周波ってあって、スマホとかはね、本当に強いので、なるべく話す、なんですかね、こうやって電話とかこうやって耳につけて電話するんじゃなくて、ちゃんとスピーカーにして電話で喋るとか、なるべくピーって上に話すとか、するといいと思うんですけども、ただもう近づけないと使えないような家電っていうのもあると思うんですよね。例えばホットカーペットだったりとか、電気毛布ですね。あとは電気こたつですね。で、あとマッサージチェアとかそういうのもそうですね。あと床暖房もそうだと思うんですけども、全部ほぼほぼ触れてる感じになっちゃいますよね、人体に。で、そういうものは大抵低周波なので、そこまで強くないのかなっていうのはあるんですけども、やっぱり低周波のものであっても長時間ずっと使用し続けると、どんどんね溜まっていって、悪影響が出てきてしまうので、なるべくそういったホットカーペットとか電気毛布とかそういったものは、短時間の使用に留めるっていうことが重要なのかなと思います。なので、対策としては長時間触れ続けないっていうことですね。低周波のものであってもずっと長時間、触れ続けないっていうことが大事になってきます。で、そうですね。あとはちょっとでもさっきのねスマホもそうですけど、通話するときはスピーカーにして、話して喋るとか、
耳に近づけないようにしていくっていうことだったりとかして、少しでも離す、なるべく離す。で、あと寝室だったり寝る場所ですね、ベッドの横とか、あとはリビングとかずっとくつろいで生活するような場所になるべく家電を置かないというところですね。そういったことも対策になると思いますし、あとは常時使っている冷蔵庫とかそういうのでなければなるべくコンセントを抜くっていうことも重要になってきますよね。やっぱりこのコンセント挿してるだけでこの電解が発生しますので、電解っていうのはその電波ですね。っていうのは先ほど言ったように自律神経に影響があったりとか、皮膚の疾患に影響があったりとかしますので、抜いていいコンセントは面倒なんですけど、なるべくこまめに抜くっていうのも、重要になってきます。そういったね対策細かいんですけども、いろいろとっていくと少しでもその電磁波の影響から逃れることができるのかなというふうに思います。はい、そういうことでですね、いろんなことをお話ししてきましたが、最後まとめとしましては、やっぱりそうですね、その WHO とかそういった公的機関がですね、電磁波が人体に与える影響はないですよというふうに言っている一方でですね、やっぱりその臨床の現場では電磁波による健康被害っていうのを訴える人が少なくないという現状がありますので、そういった論文とかね、そういうのも発表されていたりしますので、今後のね研究の結果っていうのを、待つっていうことももちろんあるんですけれども、やっぱりですね、可能性がある、っていうことをちゃんと頭に一応入れてですね、うまく付き合っていく、うまくこの対策をしてうまく付き合っていくっていうことをしていくのがいいんじゃないかなというふうに思っています。で、対策するっていうとなんかもうものすごい、もうすごい電磁波も怖いから、もう浴びるの怖いから、もう不健康になりたくないからって言って、じゃあもう山奥の全然電波が届かないとこに行って、もう山奥で暮らすみたいな風にするっていうことではなくて、そんなことをですね、しろという話ではなくて、なんならどっちかっていうと家電製品もパソコンもスマホも 5G もめちゃくちゃ便利じゃないですか。めちゃくちゃ便利なので、なるべくなら使いたいですよね。使いたいんですよ。5G にしたいし、もっとどんどん高速でインターネットを使いたいわけですよね。で、使えばもちろんすごく便利なんです。で、なので、使っていきます。で、その避けてもう使いませんとか、テレビ置きませんみたいな、もう電子レンジも使いませんって、私は電子レンジも使わないしテレビも見ないんですけど、そう極端な話ではなくてですね、なるべくそういう便利なものはありがたく使いつつ、だけどなるべくその電磁波の悪影響を受けないように対策をしていって、それでうまく付き合っていきましょうというのがいいんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、なのでですね、実際に私がどういうグッズを使って対策しているのか、そういったところをですね、ちょっと次回の動画でお話し、していきたいと思います。実際使っている商品なんかもね、お見せしようかと思っていますので、気になる方はですね、次回の動画も楽しみにしておいてください。ということで、今日は電磁波についてお話をしてきました。では、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。なかなかですね、